ちは、ミルです。今日のテーマは、曖昧な言い方をする日本人です。日本人ははっきり言わないから難しいとよく言いますよね。距離感が難しいとか。私もね、そう思います。で、今日は曖昧な表現をしてきた歴史、そして日本の学校教育。で、最後は曖昧は優しさでもあるという話をしたいと思います。これね、面白いなーって思ったんですが、実は1300年前からすでにそうだったみたいなんですよ。少ない言葉の中から言いたいことや情景を想像して楽しむという遊びをしていたんですね。はっきり言わない遊びです。もうすごいですよね。1300年前から。もうしょうがないですね。皆さん短歌って知っていますか？五七五七七の31の音で自分の感情などを表現するものです。江戸時代になると俳句といって短歌よりもね少ない五七五の17音で世界で一番短い歌と言われているんですが、この短歌、俳句、こういうね、決まった数の中で自分の感情を伝える。そして少ない言葉の中から作者の気持ちなどを想像するという遊びを1300年前からやっていたんですよね。で、これが先祖代々受け継がれて今に至ってるんじゃないかなと思います。そしてね、面白いんですけど、昭和時代、有名になったプロポーズ知ってますか？プロポーズって結婚してくださいってやるあれですね。で、昭和のプロポーズは、毎朝、あなたが作ったお味噌汁が飲みたい。なんですよ。日本人の朝ごはんといえば、白いご飯とお味噌汁ですよね。で、昭和の時代、女性は結婚したら仕事を辞めて専業主婦になる人が多かったので、結婚して専業主婦になった女性が毎朝お味噌汁を作りますよね。なので、あなたのお味噌汁が飲みたいという言葉は、僕と結婚してくださいと同じ意味なんですよ。どうですか？こういうプロポーズ。私ね、嬉しいですね。これ言われたら。古いですね。はい。で、あとね、もうちょっと昔の話をしましょう。とてもね、有名な作家、夏目漱石という人知ってますか？その人のね、逸話があるんですよ。逸話ってあまり知られていない、ちょっと面白い、興味深い話という意味なんですが、夏目漱石は作家でありながら英文学者で英語教師もしていたんですね。それで英語教師をしていたとき、学生が I love you これをね、我、君を愛すと訳したそうなんです。すると夏目漱石は日本人はそのような直接的な言い方をしない。月が綺麗ですねと訳しなさいと言ったそうなんですよ。どうですか？どうですか？でね、これに対する返事、これも美しいんです。例えばね、こんな返事があります。今ならきっと手が届くでしょう。これどういう意味かわかりますか？これは、あなたの気持ちは私に届きますよ、届いていますよ、という意味なんです。綺麗ですよね。お付き合いしてもいいですよ。そういう意味ですね。それから、ずっと一緒に月を見てくれますか？という返事。これも綺麗ですね。あなたは私をずっと見てくれますか？
一緒にいてくれますかという意味です。もう一つあるんですよ。手が届かないから綺麗なのです。これは意味わかりますか？これね、断っているんですね。手が届かないから綺麗なのですよ。こうやってはっきり言わないで自分の気持ちを伝えるというのを日本人はずっとやってきたんですね。まあ、めんどくさいって言われちゃうこともあるんですけど。でね、これ実は言葉だけではなくて空間に対する間とか余白に対しても同じような感覚が日本人にはあります。茶道、華道、庭園、絵画などもそうですね。飾りすぎないから美しい。余白を残すから美しい。というのが日本人の美意識ですよね。余白があるからこそ想像が広がる。そして相手に想像をしてもらうために余白を残す。こういうね、空間への美意識が言葉の中にも現れてるんじゃないかなって思います。じゃあね、学校の教育について話をしたいんですが、例えば小学校の国語の授業、行間を読むという練習をします。行間を読む。これはね、行と行の間を読む。書かれていることをそのまま理解するのではなくて、書かれていることからいろいろなことを想像、推測して理解する。これをね、小学校、中学校、高校ってやるんです。なので、私たちは相手が直接的にはっきり言わなくても、また結論を言わなくても、ああ、こういう意味なんだろうなぁと推測することができるんですよね。これ空気を読むっていうやつですね。ずーっと練習してるんです。で、小学校からね、たくさん練習してきて、自分はね、察することができる。ということは、あなたもできるよねっていう前提が結構日本人あると思うんですよ。いや、ずっと練習してきたでしょ。自分ができるんだからあなたもできるよね。こういうのありますよね。私はあなたが言いたいことをね、理解してるよ。わかるよ。だから、あなたも私の言いたいことを推測して理解してね。こういう前提で話を進めることが多分日本人多いです。だからね、日本人にとっても日本人との会話って結構難しいんですよ。はい。でね、最後。これはね、優しさでもあるという話をしたいんですが、気遣い、優しさでもあるんですよ。お互いね、こうやって気遣いをすることで、例えば言いにくいことをはっきり言わなくても会話が成立します。例えば電話をしていて、相手の声が聞こえにくいとき、なんて言うか知ってますか？これね、すみません、ちょっとお電話が遠いようなんですが、って言うんですよ。あなたの声が小さいですとか、声が聞きにくいですと直接言わないで、電話が遠いと曖昧なね、表現をするんです。そうすると相手は、あ、私の声が小さいという意味だなぁと理解して、ごめんなさいと少しね、大きな声で話したりします。これね、優しさですよね。どうですか？ちょっとめんどくさいですか？ということでね、日本人は曖昧で、はっきり言わないから難しいとね、よく言われますし、そうやって一言でまとめてしまうのは簡単なんですが、ずっと昔からの文化であって、余白を残すという美意識の一部でもあると思うんですよね。
なんか本当に言葉って文化ですよね。文化とか歴史的背景を知ると、はっきり言わないから難しい、もうやだという気持ちがちょっと楽になるんじゃないかなって思います。まあ、いいか悪いかではないし、共感する必要はないんですよ。でも、こういう歴史的な背景があるんだなと知ることが、やっぱり大事なんじゃないかなと思います。ということで、今日は曖昧な話し方というテーマでお話ししました。バイバイ。